いや副隊長この4人のねお待たせしました。かぶってかぶってかぶって。今副隊長の対談なんで対談中なんで。一応副官補佐だから。いやいやというわけで服は服でもね。 11番隊第3席副官補佐またらめ一角役の臼井拓也です。どうもこんにちは。え？もうちょっと受け入れる雰囲気を。なんかちょっと得意じゃない。渡辺さんは結構見どころいっぱいありますよね。美味しい、とにかく。ロン毛からこうなっちゃったんですよ。そうですよ。そうちょっと見てくださいこれ。本当に。わあ、光ってる。初めてブリーチやってどうですか新キャストとして。でもなんかすごい若いカンパニーだなって思ってたのね。すごく年もそうだしノリもそうだしすごく若いんだろうなと思って入ってきたけど、でもやっぱりこう元気が良くてこう弾けてるところとこう大人になっている部分っていうかすごいしっかりしてるちゃんと抑えてるところとすごいこうバランスがちょうどこういい世代年齢なのかなっていう感じがしてすごい居心地のいいカンパニーだなと思って過ごしてますね。そんなはるみさんは。いやそうですよ。初めて。いや私ミュージカル自体がそもそも初めてだったので、歌って踊ってってできるのかしら私っていうまずはそこから、そうでそれでまずはブリーチをDVD でお勉強して再演も見てここに松本蘭菊が入るんだって思ってそれで俺の歌とか聞いて自信持っちゃった感じなんですよね。まあもうより一層やる気になっちゃったみたいな。あ、いけるみたいなことですよね。そうね、そういうことだって。逆にじゃあ前からいるレギュラーメンバーは新キャラを迎えてどう？そうですよ。いやもうね、もう俺もうだいぶ前からなんか雑誌の取材とかの時も言ってるんですけど、絶対例えば俺6番隊じゃないですか、6番隊の白夜とレンジはもう最初からね出てるわけですよ。つうのでおさむちゃんと2人で必死になって6番隊をもっとこうグレードアップしようよって、そんな感じですよ。グレードアップしましたね。してんの？しました。まだ挽回してるしね。まあね、そういう成長してるね。そう挽回とかがあるからストーリーがあるもんね。そうちょっとはね楽なんですけどね。歌も挽回してるしね。歌挽回してるかな。まあ芝居中でそういうなんかこう6番隊はさ結構ねあるよね。なんかこう戦いがあってさ、隊長副隊長の関係が出せるわけじゃない。まあ僕3番隊としては一切そういうのがなく空気感だけで表現してますから。僕とそんなことないよ。すごいですよ僕たちは。だからショータイムの主役をいただいてるわけじゃない。当たり前じゃないですかそんなの。あれ結構無理くり主役にしてるからね。どうなるのメンバーが増えて。でもすごく、なんて言ったらいいのかな、年の近い子が1人増えたのとコペが増えたのと、あなたのね。あとはすごい、ね、はるみさんとかも入ってくれて、なんだろう、私は嬉しいです。なんだろう、よくわかんないです。嬉しいです。はい。まだらめは嬉しいです。新しくどんどんこうやってどんどんこうやって増えていくことが嬉しいです。どんどんブリッジが濃く熱くなっていくわけじゃないですか、登場人物が出れば、なんでそれがすごく嬉しいし、いろんな人と会えるのが本当に嬉しい。俺も嬉しいよ。嬉しいです。嬉しいです。私はね何よりやっててね良かったのはね、ひなちゃんのねお歌が毎日聴けたことが本当にひなちゃんの歌はね、あいいね。気持ちいいの。すがすがしいもんね。月を教えてくれっていう歌をレンジ、いずる、ひなもりって順番で歌っていくんだけど、まあ僕たちは初め聞いてるわけですよね。こう座って牢屋の中にまず俺が一発目言ってね、レンジがちょっと崩れていくと「いやおいちゃんと歌えよ」みたいな感じで俺がこう歌い始めて、俺も崩れてくる。ああやばいやばいと思って、もうやったと思ったらひなもりがこうちゃんとね全てかっさらうんで拾って全部をね
完璧な前座本当そういうとこも頼りになるからね。完璧に俺ら前座みたいな感じ本当に本当にだって月を歌って終わってそのルキアが最後に歌うじゃないですか、歌ってる時に俺はまあ台を飛び越えてね、要はローを出てガーって走っていくで同じ下手にねひなも走って、俺も走って、で袖で「どうだ今日は3人で歌うところが若干マシだったと思う」みたいなそういう話をね大体ね毎回するの。そうなんだ。でもエイジさん本当に月夜はエイジさんの歌から始まるから本当に俺ら待ってる方の気持ちを考えてほしい。俺だって考えてるよ。頼む。何も考えずにやってるわけないじゃん。頼むと思う。考えてるって。まあでも歌はね基本的に音程っていうよりもまあハートじゃないですか。そのためのロックミュージカルだからね。ねひな。でもパスの話でいくとランギクさんはお芝居の時シーンで月のシーンで出てきてお手紙をくれるじゃないですか、すごくいいパスをいつもくれるんですよ。なるほど。何それちょっと。俺も声だけは聞いてるけどこの2人からパス来ないけどみたいな。ランギから来る。俺はだってパスしてるよ。いやでも今の言い方とちょっと来ないけど。違う歌からパスもらってないけど芝居でパスもらってる。パスの話の流れでパスを私もここからもらってたなって思い出してました。お手紙にね、はい、そこはどうですか？最初はね見れなかったの目を。あまりにも私泣きそうになっちゃって。そうなんだ。そうだって切ないんだもん。あ、そんな感じなんだ。俺もう本当声しか聞こえない。いやもう別世界だからね。悪いけどそうですねじゃあそろそろじゃないけどもここらで一人一人のなんだろうな稽古場だったり本番中だったりの面白エピソードをちょっと発表しましょう。ああいいね。面白いエピソーあるね。忘れちゃった。ド。宇津井さんありますか？俺あるね。伸びろほおずき丸っつって刀をこうまあぶっちゃけね、台の後ろにこう捨てると煙が出てほおずき丸がこうニョキッと出てくるわけですよ。それこう見えないように撮るんだけど2回すごいことがあって、1回目はこう伸びろほおずき丸っつってこうやって置いたらすっごい遠くにほおずき丸がニョキッて出てきてはあってこうあーってなりながらこう掴んだのが1回あって、もう1回は昨日一昨日だ。伸びろほおずき丸って言ってこうやってやったらいつもより煙の量が全然多くて、しかも顔直撃なの。どうなってたの？いやもう冷たいのよあれ CO2 冷たいですねあれね。凍るの。それが顔に直撃でブシューって出続けてこうってでやっと掴んだらほおずき丸の超穂先の方を両手でこの辺凍ってるしほおずき丸先っぽ持ってるし俺弱っち驚いてる暇はねえぞ1号って自分でだいぶ笑った自分一番驚いてる。もう大爆笑だった自分の中で。じゃあはるみさんなんか。真相ビヨーンって伸びてきてあそこパチ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 ってなるのライトが、ストロボがねすごいんですよね。それで私は袖からそこを先っちょをめがけてパーってこうやってランギク風に走るんだけど止まれないのあれねストロボ相当しんどいですよね。ストロボって多分ね見てる人は分かんないと思うんですけどこうチカ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 するやつってあそこのステージ上って意外にね本当に目が見えないんですよね。スモークもあってね。そうそれで私は堤さんに演出の堤さんに聞きました。私はもう本当に寸前で止まれませんって。そしたら堤さん普通にストロボと一緒に目をパチパチすればいけるよそれすごいすごい。それ本当？でもそれやれたらすごいけど多分無理ですよね。いや私はね一度やりました。できませんできないんだ。できません。すごい挙取った感じであれでも本当難しいですよね。難しい、でももう習得しました。俺すごくひなもりの気になるところがあなんだはいシロちゃんと一緒に戦ってる時にシャッシャッってやってこのブリッジからねこう投資をめがけてわーって降りる時にこうそっからこうバーンって飛び降りるんだけどバンってそんなことしてんだ。マジでこれは音それ本当？それもう一回みんな見た方がいいよね、見た方がいいよ。俺も見てすすってるかどうかっていうのをねちょっとね無意識だよね。無意識です。